こではライオンの動物だった人の紹介をしていきます。光がすごい。まずは一般的なライオンの性格とかね、紹介していくね。じゃあライオン、王者の風格と華やかさを兼ね備えた、実は甘えん坊の完璧主義者。特徴として百獣の王らしい風格とプライドがある。我が子を谷底へ突き落とす厳しさを持つ。見た目は派手、装飾品も大好きで、世間体が気になる。何事も徹底的にこだわる。感情の起乗が激しいで、細かい計算や数字は苦手。特定の人の前では甘えん坊、年上の人に憧れる。 VIP 待遇や特別扱いに弱い。その道のプロフェッショナルを目指す。礼儀礼節には厳しい特徴があると。統計学、まだまだちょっとあるけどね。基本性格として、動物界の頂点に君臨する百獣の王ライオンで、人間も同様にライオンの人は大物らしい風格と華やかさを持ち合わせています。で、物事には徹底的にこだわって完璧主義で妥協を許しません。で、実行力と社交性があって上下関係や礼儀も大切にするので信頼されますと。で、一見近寄りがたい雰囲気で人に厳しい一面も見られますが、実はナイーブで繊細なハートを持っていて意外とシャイで、あまり親しくない人に対してはやや上から目線で接しますが、親しい人の前では甘えん坊になっちゃうと。で、わがままを言っても愛らしさがあるので許される得なタイプで、生粋のボスらしく、VIP 待遇など分かりやすく特別扱いされるのも大好きで、服装も隙がなくいかにもエリート、凄腕といって風情を醸し出していますと。男性は上着の胸にポケットチーフを入れているようなおしゃれな人が多くて、女性はショールやスカーフが似合うタイプ。オーデコロンや香水も欠かせません。どうでしょうか。ちょっと大人の人のタイプだと思うけどね。で、一見隙がなく完璧なライオンですが、外ではほとんどエネルギーを放出しきっているため、家では完全にオフモードで、家の中と外のギャップは12キャラの中で第1位と。だからオンオフがすごいんだろうね。で、このキャラクターの攻略法、王様扱いに弱いので、とにかくおだてて褒めまくりましょうと褒められるってめちゃめちゃ嬉しいんだろうね。で、話題も当然ライオン中心に、機嫌のいい時悪い時の落差が激しいので、少しでも機嫌が悪いと感じたらその日は退散、上機嫌の時には満足するまで付き合ってあげましょうということです。仕事には一切の妥協なし、優秀で頼れる職場のボスで、エネルギッシュに仕事をこなすために、職場での大物感と存在感は抜群。指導力と実行力があり、どんな仕事もそつなくこなせますと。で、ミスも少ないので職場の評判も上々。逆境にくじけないタフな精神性を持った、みんなに慕われる職場熱きリーダーで、完璧主義者ゆえに細かなところまでよく気がつくので、文字の構成とか、商品のチェックなどを任せたら叶う人はいないでしょうと。で、取引先などの接待も持ち前の社交性を発揮してバッチリこなせます。で、王者らしく堂々としているこのライオンに関しては、上司には従順な反面、部下には手厳しい態度をとっている。怖がられたりすることもありますと。面倒見は良いので、懐に飛び込むような気持ちでぶつかってきた相手のことは可愛がりますと。人の能力を引き出すのも得意と。で、仕事の適職、統計学になるけどね。官僚、政治家、警察官、自衛官、大学教授、スポーツ選手、小説家、エディーター、建築家、マスコミ、広告代理店、外資系企業、役員秘書、医師、公務員って感じだな結構お堅い仕事が合ってるみたいな感じだね。健康面、他人に厳しすぎる面を抑えるとともに生活習慣の見直しをと。で、周囲には完璧を求めますが、自分にはちょっと甘いところがあるライオンは健康管理を怠りがちで、そもそも規則正しい生活や適度な運動といったことが苦手で、睡眠時間や健康的な食事などもあまり
意識しないタイプです。で、健康診断ではいくつか引っかかる項目があったりするので、日頃から健康を意識して生活しましょう。で、週に1回ほどジムに通ったり、車に乗る代わりに歩いてみたりと、気分転換のつもりでできることから生活に取り入れてみると良いでしょう。で、また他人への厳しさはストレスの元になるので、寛容さを大切に、でそれぞれペースや価値観があるということを理解すると、イライラすることが少なくなるでしょうということですね。ライオンさん。じゃあライオンさんの恋愛について。警戒心が強く、恋のハードルは高めと。心奪われたら決壊したダムのようになる、ということでしょうね。で、明るく爽やかな印象を持たれる社交家なのでモテますと。で、お高く止まっているように思われることもありますが、恋には興味津々で、用心深くプライドの高さとデリケートな内面を持つので、相手はしっかりと見極めますが、ひとたび恋に落ちると盲目になると。心を開くにつれて甘えたり威張ったりと無防備な自分をさらけ出すように、他では出さない特別な顔を恋人だけに見せます。これいいことじゃないかな。で、女性はどちらかというと少し離れた年上がしっくりくるタイプで、同年代の男性には見せないような可愛らしい態度で甘えますと。で、世話好きな一面を生かせば年下男子とも相性は良好。男性は一途な恋愛をしますと。一途だって。で、素直な自分を受け入れてほしいと願い、心の鎧を外して相手と向き合うでしょう。で、恋人になると恋人にしか見せない一面とかがあるんだろうね。じゃあエッチについて。110の王だけに勢力抜群。男の人にこれ。そうなんだ。飽きることなく情熱を傾けます。いいことだと自分は思います。淡白より良くないですか。で、反応されると喜んで、ますます情熱的になるほど。で、女性の場合、非常にタフってどういうことだ。で、リードをしたがります。で、マンネリは許さず、刺激的な新しいテクニックを想像するのも得意。楽しそうですね。で、結婚。難関をクリアした相手を一生かけて大切にする。恋愛でも石橋を叩いて渡るタイプのライオンは、一生連れ添う結婚となるとさらに慎重になります。トータルで高得点の相手でないと結婚相手の候補にすらしません。ただ結婚してしまえばしっかりと家庭を支える頼もしい存在に。で、特に男性は一生かけてパートナーを大事にしようという強い決心と、誠実さが結婚生活の原動力となります。月に一度の贅沢があれば不平不満もなし、ステップアップしていく自分たちを夢に描き、人生を楽しむことができますと。で、見えっ張りのライオンらしく素敵な結婚生活を見せたいという思いは強めで、会社の同僚などを家に招いた時などには最大限のもてなしで幸せな家庭を自慢するようなお茶目なところがありますと。そんなライオンさんと相性がいいパートナーは、男性は控えめで家庭的な人がタイプで、女性の場合は安定した生活力を持ったしっかり者を望みます。で、思い通りにいかないと気が済まないライオンを包み込んでくれる懐の深い人と相性ということですね。で、金銭感覚。細かいお金の計算は大嫌い。王者の風格でどんぶり感情。心当たりありますか？お金のことを話すのは王者の品位に関わると思っており、お金に執着する様子は一切見せません。で、細かな数字や計算も苦手なので、多めに払うような決まりの良さも目立ちます。ただ意外と金銭感覚はしっかりしていて堅実。ルーズなことが嫌いなので、信用できない人には一切お金を貸さない厳しさがありますと。キャッシュレス時代の到来前から支払いやスマートなクレジットカード派が多かったと。で、質の良いブランド物の財布の中は必要最低限のキャッシュとカードのみという人が多いでしょう。
ポイントカードには興味がないので一切持ち歩きはしません。で、小銭がくさばるのも嫌いなのでお釣りは取っておいでというのが日課で、また人柄や能力が認められることで金運が波に乗るタイプですと。注意ポイントとして、高額商品やブランド品こそステータスという価値観につけ込まれてしまって失敗することがありますと。相手が悪人であれば大損する危険もあるために、大きな買い物は一旦踏みとどまる癖をつけましょうと。ポイント、成功者のオーラを浴びるのが開運の鍵。平凡な人生で終わりたくない、成功して周囲を張って驚かせたいという野望を常に抱いているライオンで、コツコツと地道に努力を重ねることで着実に夢に近づいていけますが、すでに成功している人や夢を実現した人との交流を深め、刺激を浴びることで一気に運が開けます。成功者同士はつながっているものなので、人脈が広がれば人生の幅も可能性も大きく広がっていくはずで、持ち前の社交性を発揮して自己投資だと思って時間とお金を投じることは、必ずあなたのステージアップに役立ちますと。で、また何事においても細かなことを気にしすぎない姿勢が開運のポイントで、心に余裕ができてそれが自信となって人にも優しく接することができるでしょう。人間関係のポイントで、面倒見が良い親分タイプで信頼されますが、人に厳しすぎる面もあるために、もう少し器を広くすると人脈が広がります。で、人にはそれぞれペースがあることを理解しましょう。ちょっと自分のペースを押し付けがちなところがあるのかな。で、克服できるといいなのポイントがあります。格下には相手にしないワンマン体質を封印すると魅力が倍増。ボス体質のライオンは上司や先輩など、自分より格上の人の言うことはよく聞きますが、格下の人は無視してしまう傾向があると。で、まるで、存在していなかったかのように振る舞ってしまうことすらあるので、目下の人のこともちゃんと配慮することが大切ですと。百獣の王らしく自分を貫くあまり、他人の意見や忠告など耳が痛いことは避けて通ろうとするところも注意で、謙虚な姿勢が身につくと周囲からの評価もガラリと変わるでしょう。乗っている時とそうでない時、威張る時と甘える時のギャップがあなたの魅力ではありますが、感情をコントロールできるようになれば人間的魅力がもっと増しますと。短気は損気と言い聞かせておおらかにということですね。人としてはね、バランスよく意見聞けた方がいいからね、そういうところでしょうね。で、今回、ライオンについては4種類のライオンがまたいます。さらに、その4種類のライオン。1、まず我が道を行くライオン。自分の美学に忠実に信じた道を突き進む王者。強い信念と負けん気で信じた道をひた走る絶対王者。一度決めた意志は揺らぎません。真面目で熱心な姿勢は高く評価されますが、周囲に気を使ったり話を合わせたりするのが苦手なので、組織で生きるのは窮屈かもしれない。で、独立の道を進んだ方が成功する可能性は大きいでしょう。運にも恵まれているので、良き指導者に出会えればビジネスを発展される可能性は大。優雅独尊タイプですが、何でも相談できる存在がいれば心を安らげますと。で、恋愛だけは相手の影響を強く受けるというところがあるらしいですね。2、誰でも虜にしてしまう抜群の社交性。いつの間にか自然とグループのリーダーになってしまう。優雅で明るく人の気をそらさないコミュニケーション能力を最大の武器に、特にビジネスの世界で活躍で、仕事を通じて人脈を広げ、それを頼ってまた人が集まってくるといういい循環を生み出すと。で、よく気がつくので有能なセクレタリーとしての素質もありますと。お金もどんどん入ってくるけれども出ていくことも多いので、蓄財は苦手、貯めることは苦手ってことね。で、明るくて恋愛体質ですが、家庭に収まる気はありませんと。そうなんですかね。心当たりはありますか。3番目、感情的なライオン。人を疑うことを知らない純粋なハートの持ち主。情緒豊かで、涙もろく、何に対してもすぐ感動してしまいます。で、普段は自分を抑えている分、それが限界に達すると名前の通り感情が爆発することがあります。後に引くことなくさっぱり
本来はシャイで繊細ですが、それを語られたくないのでつい強がってしまうところがあります。でグズグズしているのが大嫌いで、思い立ったら行動の瞬発力は見事で、困難にぶつかっても屈することなく乗り越えていく根性があります。なんかいい感じだな。4、傷つきやすいライオンで、プライドと繊細さが同居する心優しき王様。百獣の王の名にふさわしい堂々とした風格と気品あふれる紳士淑女。自分にも他人にも厳しく妥協は許しません。で、堅苦しい雰囲気はありながらも自然と注目され、人が集まってくる存在ですが、プライドが高く自分から進んで人の輪に入ることがないタイプで、また常識や世間体を気にしてとことんみっともないことを嫌う潔癖なところがあると。で、窮屈な生き方をしているようにも見えますが、本人はこの生き方を改める気もなく居心地よく感じていますということですね。傷つきやすいライオンで、今回ライオン情報は以上でした。いかがでしたでしょうか。当たってましたか。以上です。はい、それではそれぞれ動物を見ていただいたと思うんですけれども、実はその動物の中にこのなんていうのか属性みたいなのがあって、実は見ていただいた時に月とか太陽とか地球のマークがそれぞれついてたと思うんですよね。動物によって属性みたいなのがあって、実はそこのグループでもいろんなちょっと性格とか行動パターンとか分かれるんですよ、そのグループごとに。でそれとかその動物同士のなんかパワーバランスみたいなのがあって、相性があったりとか、この動物はこの動物を操りやすいとか、そのなんか変な意味じゃなくてね、そのなんかこの人はなんか話しててなんか相性いいけど、この人とはなんかうまくいかないなみたいなあるじゃないですか。そんな感じのやつで、この動物とこの動物は相性いいけど、この動物、例えば組織の中にいたらなんか相性悪いみたいな、なんかそんないろいろ実はあって、それも後日ちょっとずつ上げていこうと思うんですよね。なのでそれまで含めるともっと深く入れるというか分かるというか、なので少しずつプラスしていくので、よかったらチャンネル登録、よかったらじゃなくてぜひチャンネル登録をして、シェアして拡散してもらいたいなと思います。 SNS とか、友達とか友人とか知り合いとか、よろしくお願いします。でその他ちょっと今回占いとかもね、動物占い、これ統計学みたいなところが占いというよりはその心理学とか統計学に近いものだったんですけど、タロット占いっていうのは実はちょっとできるんですよね。それも増やしていきたいと思ってて、そこら辺もぜひ、ちょっと、なぜそれをしてみようかなって思ったの、理由が何点かあって、まずはどっかでも伝えたんですけど、自分の YouTube ってなんか今のところ男性ユーザーが 90% 主張を占めてるみたいで、そういう意味で女性ユーザーも取り込みたいなというのが一つと、僕おばあちゃんが祈祷師をやってて、去年亡くなったんですけども、ちょっと別の不思議体験みたいな動画作ってるんですけど、ぜひそれ探してみてもらいたいんですけどね。なんかいろんなことはスピリチュアル的な霊感的な、ちょっとそういうの結構そのおばあちゃんの影響もあっていろんなことがあったんですよ。そのお話してるんで、それ見てもらうと分かるんで、そういう直感が結構あるので、タロット占いとか遊びでやってたんですよ。YouTube でできるように、コンテンツ増やしていこうかなと思ってるんで、女性の人って占い好きじゃないですかそういう意味、前は別にそういうことする気なかったんです。増やしていきたいし、チャンネルも登録者増やしていきたいんで、そういったこともしようと思ってます。よろしくお願いします。じゃあ。